みんな、こんにちはなのだ。スンダモンのニュースチャンネルへようこそなのだ。今日は南アジアに位置するバングラデシュに注目するのだ。実はバングラデシュって面積は日本の半分くらいなのに、世界で8番目に人口が多い国なんだって知ってた？すごいのだ。今日はバングラデシュに関するニュースを全部で3つお届けするのだ。中でも特に注目なのが2つ目のニュースなのだ。なんと性暴力被害者の6割が18歳未満という衝撃的な内容なのだ。特に幼い女の子たちが被害に遭っていて、とても深刻な問題が明らかになっているのだ。これはみんなに知ってほしい大切な情報なのだ。この動画が良いなと思ったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いするのだ。それでは早速バングラデシュの今をスンダモンと一緒に見ていくのだ。はい、かしこまりました。バングラデシュの紹介文を作成するのだ。南アジアのバングラデシュ、インドとミャンマーに挟まれたベンガル湾沿いのデルタ地帯の国で、首都はダッカなのだ。この国は1971年に独立し、議会制民主主義を採用しているのだよ。人口は約1億7000万人で、世界有数の人口密集国なのだ。主要産業はアパレル製品の繊維産業と米作り、イスラム文化を基盤に多様な文化が息づく国なのだ。近年は目覚ましい経済成長で、ネクストイレブンの一つとして注目されているのだ。ただ、気候変動の影響を受けやすい課題もあるのだよ。未来へ力強く進む魅力的な国なのだ。一つ目のニュースなのだ。生成腐敗、企業成長の最大の障壁 CPD 調査という記事なのだ。バングラデシュでは政務官さんの汚職が事業成長の大きな障害になっているのだ。 CPD 調査によると、多くの企業が贈収賄や不公平な税率に悩んでいるのだ。恣意的な課税や複雑な VAT、赤字でも税金を払う最低税制も批判されているのだ。2023年には巨額の脱税もあったと推定されているのだ。LDC 卒業を控えるバングラデシュにとって国内税収の増加は急務なのだ。でも税収の GDP 比はむしろ下がっているのが現状なのだ。税務当局の会長さんも甘い免税措置や公共事業への不信感が税収を弱めていると認めているのだ。だから税制のデジタル化や簡素化、そして汚職の解消がビジネス環境改善には必要不可欠なのだ。二つ目のニュースなのだ。性暴力被害者の6割が18歳未満という記事なのだ。バングラデシュの女性団体が発表した報告書によると、2024年に性的暴力の被害に一番多くあったのは小学校高学年6、9年生の女子なのだ。特に強姦被害では小学校低学年1、5年生の女子が最も多かったのだ。強姦被害者の 60% は18歳未満の子供で、若年層への暴力が深刻な問題なのだ。被害は強姦だけでなく、強姦未遂、児童婚、セクハラ、サイバー犯罪など多岐にわたるのだ。加害者の多くは家族や隣人、クラスメート、ボーイフレンドなど被害者の身近な知人なのだ。自宅や学校といった本来安全であるべき場所でも被害が発生しているのだ。加害者も若年層が多く、強姦被疑者の 28% は11、30歳で、特に21、25歳が多いのは懸念されるのだ。良い兆しとして、強姦事件の届け出は増えているけど、2025年上半期の報告件数は、すでに前年全体の件数に迫る勢いで、増加傾向が続いているのだ。これはとても心配なのだ。報告書は、女性蔑視の文化が暴力を助長していると指摘し、女性に優しい社会への転換や、メディアと女性運動が協力して問題に取り組むことの重要性を訴えているのだ。3つ目のニュースなのだ。マイメンシンの手作り、ラールチに GI 認定を取得という記事なのだ。わーい。
バングラデシュのマイメンシン地方にあるフルバリア伝統のラールチニがついに GI 製品として認定されたのだ。これはサトウキビから手作りされる約200年も続く赤褐色の未精製糖なのだ。地元の人たちや生産者さんたちはこの喜ばしいニュースに大喜びしているのだ。ラールチニはバングラデシュで58番目の GI 製品になったのだ。フルバリアの特産品として昔から大切に作られてきて、海外に住むバングラデシュの人たちにも人気があるのだ。この認定のおかげで地域の伝統工芸が守られて、生産者さんのやる気もますますアップするのだ。農家さんたちは栽培に水や肥料があまりいらないから、少ない費用で高い利益を出しているのだ。今年は5200トンもの生産目標があって、地域経済にとってもすごく大切な産物なのだ。農業の専門家さんも、ラールチニがもっと大きな産業になって世界中に輸出される可能性を秘めていると言っているのだ。これからもっとたくさんの人に知られて愛される商品になることを期待しているのだ。バングラデシュは魅力的な国だけど、政制腐敗や性暴力、気候変動など課題も多いのだ。一方で、ラールチニの GI 認定のように伝統や経済発展の明るいニュースもあるのだ。課題解決へ向かい、未来へ力強く進むバングラデシュをズンダモンも応援するのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。